格闘王前田明さんです。押さえながらこれで、はい、そう。こうやってうまい。技を受けていただきたいんですけど大丈夫ですか？しまっちゃうんで。こんにちは、白川隆二です。そしてプロレスリングのは慶応選手です。プロレスリングの慶応だ。白先生、今日はよろしくお願いします。お願いします。いやいや、何着てるんですか。気づきました。はいリバティーンエイジさんとのファッションコラボで、はい私考えたんですよ、ロゴ。ビューティーインフローといって、はいはい合気道の美しさ、流れの中の美しさを普段着で着れるように、はい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 。パーカー、T シャツ、コーチジャケットと。おお、はいいや、かっこいいですよ、ロゴ。はドレスです。い。はい。でも、袴にはあんまり合わないから。これが1ヶ月限定ではい1月18日までほう。販売しておりますので、皆さんぜひチェックしてください。概要欄お願いします。はい、お願いします。で、慶応選手、はい。もう慶応チャンネルではいちょっと教えてもらったすごいレジェンドなはい。スタイルじゃないですか。いや、そうですね。大丈夫ですか？いや、もうちょっと痛いんですけど。ですから慶応はいチャンネルぜひご覧ください。ということで素晴らしいゲストをお呼びします。はい格闘王前田明さんです。どうす。どうも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 。いや、もう自分の中では入場曲かかってました。はい。キャプチューンですよね。そうですねはい光栄ですよ。どうもどうもよろしく。前田明さんといえば武道美術に造詣が深くて、合気道も本当にお詳しいですもんね。合気道は塩田合同師範のお孫さんの塩田正宏先生ですね。正弘、はい。はい。ちょっと正弘君ちょっと応援してるんでね。前田さん、私も応援してください。私も頑張っております。ということで本当にお詳しいので、ぜひ今日前田さんに合気道を体験していただいて、本当前田さんの受け身見たいです私。いやもう視聴者の人絶対見たいと思うんですよ。俺はもうね、もう引退試合40歳でやってからもう全然受け身のが1ヶ月もね。でも新日本プロレス時代は12種類のスープレックスを使い、本当に体柔らかくて、本当しなやかな受け身ですよね。昔は体やったけど今はねもう全然ダメだね。いやでも本当ぜひ今日は合気道体験してまた受け身を見せてください。お願いしまはいはいす。どうも。美しい合気道。最初合気道の自由技といって本当に自由に投げたいと思います。お願いします。合気道。横受け身と前受け身のもう中間の変形の受け身なんでね。はい、最近の進化した。ちょっと面白いものもございます。おお、面白い。ちょっと危ないんです。捨て身技があります。おお。ありがとうございました。今日ちょっと変形技も。初めて見ましたね。初めて見る投げ技。今日はちょっと前田さんにも技を受けていただきたいんですけど大丈夫ですか？まあ受けちょっと言いましたけどね。ちょっとじゃあ見ていただきたいんですけど、二強っていう技がありまして、取られた時に親指の付け根を取ります。片胸落とし。はい。少林寺そうです。はい、そうです。そこからゆっくり。あ、これよく知ってます。はい。それで鈴木健吾選手。はい、お願いします。こう捕まえたに対して親指の付け根取ります。でひねってまっすぐだと全然引かないんですけど、ここ大事で
曲げたらなのでそこから下に。もっと短絡したはいこうやって持ってたやんはいでね、初心者に一番簡単で終わるやつはいどうやってやるかって言ったらね、はいこうやって押さえるじゃん、はい押さえながら大丈夫ですか？大丈こうやって夫です。ちょっと振ってねこうなるんですよ、これね女の子にそういうコースよ、ちょっとこういうふうにお辞儀でこうやってたらもう横になんで押さえられてねお願いします。いいですよでそういう講師を聞きます。女の子5000術っていうとまずこれを教えるんですよ。調べました。今のは合気道なんですか？合気道であります。これはちょっと変形になってるんですけど、普通はひねるんですけど、ここ手首のラインをまず狙って、あとは腰を切るのさ。で、はい、ちょっと危険なんですけど、はい、まさに前田さん素晴らしいです。今のを前田さんがやられてそうるなんですよ。いきなり2強小手回しっていう技なんですけど、小手回しを超えて超応用の。あれはね危険技ですか？俺喧嘩で覚えた技ちょっとそんなここうやって押さえといて「すいません」ってゴンって言いながらまずちょっと受けていただいてもよろしいですか。親指のところ付け根、ここを回すことで肘を回すと難しいんですけど、ここ手首のラインって弱いので、そこを回します。あとは曲げたらこの肘を曲げさせた後、はい S 字です。はい。であとゆっくり対応したり。これね少林拳法でね片胸通しってあるんですよ。少林拳法にも今ある少林拳法では S 字形って言いますもんね。はい。ただね今の武道家でね新しい技をね研究しなきゃいけないんですよ。胸ぐら使うのにもねすごいねやられたら終わってしまう技やり方があるんですよ。でどうやってやるかって言ったらねこうやって握りながらしまっちゃうんですよ。いや一瞬だったでも一瞬ですね。もう一瞬で。しまっちゃうんですよ。はい。そしたらもう取った時点で終わりです。でこうやってぐるっと回しちゃったらもうだかもう首が。はい。ら本当に分かってるやつはこれやるんですよ。本当に分かってるやつだからこれに対してどうやるべきかっていう技をね考えてほしいですね。宿題が出た。だからもう白川の流派ではもうさらに実践的になってもそういうのも全部対処できるっていうねやってほしい。逆に宿題が出るという。次回アンサーをやりましょう。ちょっと。前田さんにもちょっとこのやっていただいてよろしいですか。ちょっとはい。さっきの小手回しの方を。あ、小手回しなんですか。小手回しも。もう。俺正直何持ってんだよ。もうじゃあ次行きます。さあ行くぞ。小手返し。まさに小手返しで相手の手首関節を取って手のひらを合わせます。でここは柔らかく円を描くようにこうきれいに。これ質問なんで、いつも俺質問なんだけど、持たれて、でこっからやる人と、一回こう引っ込んでやる人でいいじゃん。何パターンかあります。これどっちがいいの？両方その状況によります。例えば持ち手がすごい強い場合、離れないのでそのまま。はい。今はうまく肘を逆側に入れると逆。肘をまず離れないので普通なかなか離れないですよ。そのまま。それ服と一緒にやっちゃうんだ。あるいは今一周外れるので外れた後に肘当てます。肘で。いやすごい実践的いいね。白川流ですよ白川流。見たことないもん他の合気道で。そうなんですか。変化技。もう彼のね独自の技ですよ。合気道の最先端ですよ。前田さんの受け身も視聴者の人すごい見ないと思うんですね。いや俺見てるしょっぱいよ。こう手の通り返すので受け身。
ごめんなさい、ちょっとね、今見てても、はい、本当に力入れてないようにしか見えないから、前田さんが勝手に自分で倒れたように見えいやたんですけど、倒れなかったら決まっちゃう。あ、やっぱり決まっちゃう。手が決まる。白川さんがうまく投げてたからこそ、下手な人がいるとね、これ手首をこっちを固定してね、こっちだけ押すんだけど、白川さんの場合はこっちもちょっと引きながらこう巻き込むにこう持ってくるんで、よく来ましたね。体重があまりに体重差がある人には決まらないんじゃないかとか、からないんじゃないかとか思ってたんですけど、先の方を狙った方がいいですよね、大きい人には。関節ってこういう感じで押すように思うんだけど、じゃなくて本当はね、こういうふうに巻き込むように畳み込むように押した方がいいんですよ。おっしゃる通り、そう痛い固定、例えば手首返しっていうのは本当ただ横に行く、これが痛いんでしょうね。でもこの円の動きででこういう感じで、決まるんでね、一瞬で決まる。で耐えてると危ないですよね。うまい。すごい。いや、前田さん公認っていう。すごい。やれ兄弟に兄弟ってなんかいろんな技あるじゃない。はいはい。全部自分なりの理解解釈を入れるんですよね。多分それが美しい合気道かもしれないですね。ちょっと前田さんにもでも実践していただきたいので、ちょっと見入るけ最初。少林寺拳法の逆固定じゃってもらってください最初。少林拳法ってもこうやって持って少林寺拳法って逆固定が反対側見えるように反対側もお願いします。これも引っ張っておいて、それじゃもうこの辺でこうやって押さえるって感じで、こうやって手でこうやってやるんで、なのでここから前田さんここから手の通りに合わせて、はい。こう持ってこれを抜きながらこう持ってくるこの動作はどうやってやってるの？はい、この抜きながらですね。持ち手によるんですけど、抜ける場合ちょっとここで外します。親指が親指を立てる。はい。であと肘を当てる。でもう一個面白いのがあって、抜かない場合超強く持って、そしたら肘内側に引っ掛けながら、おお、強い強い強い。超強く持ってると取れないので、接点が1、2できるので、ここを狙って、おお、素晴らしい素晴らしい。すごいすごいすごい。さすが。実践的ですこれは。これ実践使えるよ。全然使える。じゃあもう一個いいですか、四方投げといって大きく投げると肩がゆっくり投げるとくぐって肩を決めてくぐる。はい。どうしよう。はい、そのはい、こう持っていただいたらこういうふうに体重かかるので、はい。失礼します。これまずやったことは？いや、これはないです。これはないね。最初こうですね。四方投げって言うんですけども、相手の手首を掴んで、1、2と踏み込みます。おでこまで上げて、あとゆっくり抜く。あとそのままここが離れると危ないので、決まりすぎちゃうので、離れないようにゆっくり下に。なるほど。はいはい。離れるところでも。はい、ちょっとはい。あ、それはお。で、はい、オッケーオッケー。今ね、今ちょっと。はい。で、これを開くと効くんですけど、超危ないので。バレてっちゃう。はい、そう、開かない。これでもこうやってやってさ、これで決まらないとそのまま伸ばすんだよ。そしたら肘が壊れてしまいます。肘がはい。私も受け取るのでゆっくりお願いします。ここから掴んでいただいて、最初左足、右足、はい、あと下に移動します。この運足をもっとなんかシャープにできないかね。進化バージョンありまして、即で入ります。はい。動作がどうしても遅いので、最初のところに決めたら一気に入ってます。なるほど。はい。
こういう感じで、ちょっとアームドラッグを決めて、アームドラッグで反応したら入っちゃいます。あ、ほんで、であとはなるほど。はい。いや、実践的。相手の肩はこんなんじゃないでしょ。あ、肩は違います。肩は今違うはい、1、2、でも、自分なりに崩して、はい。短絡化して。素晴らしい。すごい。改めてお聞きするんですけど、前田さんの今まで知ってた合気道ともちょっと違うんですか？いや、もうこんなことやったらいいのに、こうやって背中こうやって蹴ったら終わりやんけとかね、一般程度。いつも隙がないです、隙が。なるほど、そう。こうやって待って、ボンと、あ、膝蹴り入るなとかさ。で、こう突き飛ばされたらどうなるのとかさ。それはないです。すごい。視聴者の人は前田さんの前受け身が見たいと思うので、ちょっと前受け身。前受け身はね、前受け身の技。どんなにやってるの？はい、こういう前受け身ちょっと私やりますね。前受け身こうですね。あ、前方回転ね、それね。前方回転これだったらこういうこともあります。いろいろ、はい。前方回転ね。前受けいや、僕身やります。 30年ぶりぐらいだ。おお。こんな感じですね。今で言う迫力がありますね。ありますね。これだけで興行になります。なんでだろう。なんでだろう。すごい迫力ある。すごい。すごい。せっかくなんでちょっと前受け身の技をちょっとかけます。ちょっとまたこれ危ないんですけど、天秤投げ肘を肘を当てて投げるときに手を返します。そうすると、これだと本当に決まりすぎちゃうので、脇を狙って。なるほど。はい。前田さん前受け身を見せて、はい。この時関節本来こう決めるので、前田さんぐらい体でかい人には肩を入れながら、おお。ありがとうございます。これもちょっと前田さんにやっていただいて、はい、ここで返して、ここでもうひねりが加わって相手の重心が横にずれてる。で、これで、はい、そう。で、こうやって。なるほど。これも進化版がありまして、捨て身でここから同じかかってるんですけど、飛ばないと肘が折れる。なるほど。もうちょっと見せたいのがありまして、入り身投げですね。入り身投げというラリアットとは違いまして、手の返しが入ってるので、私みたいな弱い腕でも、ラリアットだと首にバーンと当てます。そうじゃなくて、この旋回、手の返しとむしろ脱力します。固めんじゃなくて力を抜きながら、もう腕の軌道っていうのはもう友枝のようにはい、でもそれをむしろグーじゃなくて手を開いていただいて、でこのまま真下にストーンと、真下にストーンと、そういう、はいはい、こう来たら弾いて、こっちで、はい、こっちに、こっちに持ってって、はい、ここからお願いします。そう、格闘技的だと例えばこうフックじゃないですか。脱力しながら。手は開いてる？手開いてます。手開いてると早いんですよ。グーだとこうですよね。手をゆっくりちょっとやっていただいて、手をこういって、なるほど。はい、なので、で、スパッと。最初フックやってもらって。フック。おお。で、そして今度開くんですけど、こうゆっくりいきます。こう。はい。いい感じ、はい。半身で。おじいさん。はい。なるほど。またこれ面白いですよね。フックじゃないので、武術的な技かな。軍隊とかでやってるのなんかこうやってつってそのまま。でもちょっとそうですね。
当てて、あとヘッドロック。そう当ててと、これも合気道らしいんですけど、じゃあ相手上げて腕立て伏せ、腕立てなって腕立て伏せ。この状態からの上げるね。普通腕力だったら上がらないですけど、これが脱力と身体操作で。さすがに腕力だと難しいんですよ。で腕立て伏せ。あ、腕立て、はい、そうです。もう足上げて足上げていいです。なかなか私も56キロで体力ないんですけど、でも身体操作、脱力と上げで、これだけ本当だ。上がるんですよね。はい。なるほど。これ正座がね、正座なくて大丈夫です。正座なくて大丈夫です。お願いします。おお。おお。ありがとうございます。力ですか。身体操作も入ってますし、あとでも単純な力もやちょっとね、親指を殺したんですよ。はい。親指を殺した。お願いします。親指、このままだったらやらないですよ、こうやって。でも親指を殺すと、なるんですよ。親指を殺す。普通に持つとこう親指が崩れるから力が抜けるという理論もありますし、このですよね、この手の形が上げるときって横になるんじゃなくて、むしろ縦に行くと上がるんですよ。上げるっていうよりも、俺の場合この前にこう、相手の方にこう突き上げてるっていうイはい。メージやると。おおお。お。すごい。もう前田さん、もう合気道家といっても過言ではないです。すごい。すごい。美しい合気道。はい、ということで今回は前田明さんに合気道を体験いただきました。ありがとうございます。ありがとうございました本当前田さんの貴重な前受け身だったり後ろ受け身、そしてもう合気上げまで見れて感動です。ありがとうございます。いやもう26年ぶりにね、受け身取りましたよ。今後私も応援してください。ぜひいや、もう違うけどね、なんかね、基本を守って、手張りの張に行って、で、それをまずまとめて、理に行ってる技がいっぱいあるんで、驚きました。いただく際嬉しいです。そして慶応選手1月1日大事なね、はい試合控えてますので皆さんぜひ応援よろしく。でもこれで気合入りましたね。あれが一番大事なのはね、相手のね、隙を作ってことですよ。宮本武蔵のね、これ以上読んだ。いや、読んでないです。相手の表紙を読む。そう。もう常在戦場ですよね。はいということで前田明さんのチャンネル、そして慶応チャンネル皆さんぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。